こんにちは、アンナスです。今日は、白雪姫の刺繍をしようと思います。これは私がやっている毎月の刺繍っていうところの、中に図案が入ってるんですけど、そこからピックアップして刺繍しました。では手元の方にどうぞ。はい、今日は私がかなり前に作ったっていうか、この工場で作ってもらったワッペンがあるんですけど、この図案結構気に入っているので、一回も刺繍したことなかったんですけど、図案が欲しいっていう方が多かったんで、ファンボックスの毎月の刺繍の方でダウンロードできるようにちょっと図案を整えたんですね。なので今日はちょっとこのお花はなしで白雪姫の部分だけを刺繍していこうと思います。これ機械でやってるんで、このステッチの向きできるだけその手縫いに近い感じではやってもらってるんですけど、少し変わるところがあるんで、ちょっとその辺も注意しながら。で、これ下がちょっと図案になっているんで折り返してるんですけど、図案の方には刺し順とか全部書いてあります。なのでちょっとそれを今日は動画でやっていこうと思います。はい、図案を写すところは別の動画でやっているので、刺すところから始めます。最初リンゴから刺繍するんですけど、このリンゴの中に最初の玉留めの小さい波の入れるのかなり大変なので、どこか広い面積、ちょっと頭のところとかで波縫いをやろうと思います。まず波縫いを2つ入れて、1つ前の穴に刺すとこれで絡まって止まっているので、出てるところをハサミで切ります。これで絡まって止まっているので玉留めの代わりになります。で、ちょっと今図案が細かくて、ちょっと図案がちっちゃいので、もしかしたら120-30% ぐらい拡大しても大丈夫です。一応ワッペンのサイズでやっているので、ちょっといろいろあって小さくしないと値段が高くなるみたいな話でちょっと小さくしたんですけど、刺す時は刺繍する時はもうちょっと大きい方がやりやすいかもしれないです。一応実物大でファンボックスの方には載せています。で、まず真ん中に1本基準を入れて上と下と埋めていきます。これぐらいかな。そんなにリンゴ大きくしなくても、大きいリンゴにしたい方はちょっと大きくしていただいて、これぐらいですね。で、髪飾りもついでに一緒にやります。同じようなサイズの丸でいいです。リンゴと同じようなサイズでいいです。真ん中に基準を入れて半分ずつ埋めます。この刺す順っていうのは一応図案の方には書いてはいるんですけど、どうやって決めているかっていうと、一応法則があって、手前にあるもの、全部形が見えているものから先に刺してます。なので例えば髪の毛を先に刺してからこの髪飾りのサイズを開けて髪の毛を刺すってなるとかなり難しいので、もう髪飾りを先に刺してます。裏に2回絡めるとこれで絡まって止まっているので、ギリギリで切っても大丈夫です。こんな感じですね。で、次が裏に絡めて、最初は波縫いしたんですけど、2回目以降は裏に絡めるだけで止まっています。顔を刺繍します。顔も真ん中に1本基準を入れて上と下と埋めます。で、顔は上から髪の毛をかぶせるので、線の外側ちょっと大きめに刺しておいてもいいです。ちょっと顔が大きくなったなって思う方は後から髪の毛で重ねて埋めれば問題ないんで、
ちっちゃいよりかはちょっと線の外側大きめに刺しておくと安心です。これで顔の下の部分も刺していきます。ここがねちょっとかじっている様子のイラストなので、ちょっと顔のところにリンゴがかぶっているんですよね。でここまで来たら耳と首を刺繍します。耳は顔が横だったんですけど、ちょっと斜めに刺します。あんまり大きくすると変なんで2本ぐらいでいいです。で首は顔がこう難しいですね。顔がこうあってちょっと短いのを入れる。かなりちっちゃい点々のサイズになってますけど、これぐらいかな。すごいかじっている感じ出てしまいましたね。はい、これで裏に絡めて、次は髪の毛を刺繍します。では次は髪の毛を刺繍します。裏に絡めて、で前髪はハの字に刺していくので、まず最初こことここに刺します。だからこの時にちょっと顔が大きくなった方は顔の上にかぶせるといいですね。でちょっと奥の前髪を少し作っておいて、でさっき刺繍したここの髪飾りの丸を開けて、ちょっと刺しやすい方向にくるっと回しましたけど、髪の毛は、上から下に向かって流れているので、その向きを、その生え際ですね、生え際から毛先に向かって流れていくような感じの向きをちょっと意識してやると髪の毛っぽさが出てきます。これでここの最初の波縫いがちょっと気になる方は取っていただいてもいいです。もう裏でいっぱい絡めてるんで外れることはないです。これでここから必ず隣に刺さないといけないっていうわけではないんで、なんかちょっと分かりづらいなと思うときはガイド線をちょっと今みたいに 2,3 針先に刺しておいてから間を埋めるっていう風にやっても大丈夫です。でちょっと頭の後ろ側は少し丸みを出した方が可愛くなるんで、こんな感じで丸くして、でちょっと毛先はなんて言うんでしょう、なんかこうちょっとピンピンと跳ねている感じ。なんか長さも揃えるとおかっぱっぽくなるんですけど、ちょっとこう動きがある方が可愛らしさが出るんで、そこはちょっと、ランダムにやっていってもらって、もうちょっとここに出します。これぐらいですかね。でできたら裏に絡めて、切ります。で次が袖ですね。続きをやるときは裏に絡める。で袖も真ん中に1本入れて上と下と埋めます。これも順番が先に奥の袖とかやってしまうと、もうどれぐらい
体のサイズ開けて刺していいのかわからなくなるんで、これも奥行きがあるイラスト刺繍図案の場合は、まず手前の刺繍を完成させて、だから袖と腕ですね。で終わってから胸の部分を刺して、で奥の袖を刺して手を刺すっていう風にするとバランスが良くなります。でも絡めますね。で次腕を刺す時は横横に刺してはいくんですけど、ちょっと刺しづらいので、もうどこから刺してもこの細さを刺すのは結構大変なんですけど、だいたいこう L 字に曲がってるもの、英語の数字の L ありますね。ああいうもの、文字の刺繍の時もそうなんですけど、まず曲がってるところに基準を入れておくとやりやすいです。なのでまず肘のところを最初の基準にして、上半分と下半分を埋めると埋めやすいです。なんでかっていうと、例えばこの袖の付け根のところから横横に刺していくと、ここの腕の長さがちょっと長くなりやすいんですよ。調整すれば、向きを調整すれば大丈夫なんですけど、調整するの難しいので、腕はね、何回やってもなかなか細くて長いものは難しいです。これぐらいで止めときます。ちょっと下絵が長すぎましたね。あんまり長いとちょっと手が長すぎるんで。これで絡めて、で服の部分、赤いところを刺していきます。次も同じで真ん中に基準を入れて半分ずつ埋めます。これで裏に絡めて、次は奥の袖ですね。ちょっと細かいのにいちいち糸変えなきゃいけないっていうのが結構めんどくさいと思うんですけど、ここはしっかり順番を守ってやった方が仕上がりが綺麗です。もうこれ横横に刺すとちょっと大変なんで、斜めでいいです。なんかちょっとあるなぐらいで、ちょっと上にかぶせすぎました。はい。でまた細い腕ですね。腕は細いんで刺繍しづらいんですけど、またこの曲がっているところから斜めにサテンステッチしていきます。最後うまくリンゴが持てるかな。大丈夫でしたね。で、あと残りの腕を、ここも細かいですけど頑張ってギリギリまで刺してください。なんかもういいかなと思って途中でやめてしまうと腕が浮いているようになってしまって変なので、この
ちっちゃいステッチも意外と結構大事です。はい。これで裏に絡めて、次はエプロンですね。はい。では今度はエプロンを放射状に刺していきます。ちょっと放射状に刺すときはガイド線を入れるとやりやすいです。先にガイド線をこうやってざっくり入れておいて、で間を後から埋めていくんですけど、どうしてもこの放射にするとここに糸がたくさん集結してしまって結構モリモリになるので、たまに違う場所に刺すとかちょっと避けて刺すといいです。例えば今ここの隙間を埋めるのにギリギリのところを埋めないで、ちょっとこの糸の下とかに入れる感じにするのをたまに入れたりすると割と全体的に平らになります。まあ、でも最終的には上からこうやってかぶせないと変になるので、下がねどうしてもスカスカになりやすいんで、まず下を埋めておいて、ある程度この裾の部分が埋まったら一気に長いのを入れて、これでかぶせて安定させます。では次はスカートを刺繍します。スカートも腕と一緒でこの端から始めるといいんですね。まあ、ここちょっと点になってるからここからサテンステッチやりづらいんですけど、もしここでサテンステッチやるとここから一気に長いステッチを入れないといけなくなってしまうんで、この角度に入れておくと上もこの下も割と同じサイズでいけると思います。これでまた元に戻って裾の部分もやっていきます。でこの時にちょっと放射状にしておいた方がいいです。やっぱさっき説明したみたいにこのままいくと結構長いステッチになってしまうので、ちょっとガイド線を入れると放射が向きを変えやすいです。要はこういう感じで短いステッチでどんどん埋めていきたいなと思っているので、こんなにたくさん一気にガイド線入れなくてもいいんですけど、ちょっと入れて間を埋めるって感じでガイド線を入れつつサテンステッチで埋めていきます。はい、では、スカートができたのでエプロンのリボンを刺繍します。リボンは三角形が2つっていうことなので、外側にガイド線を2つ入れて中を放射状に埋めます。で中を放射状に埋めるときはさっきのスカートと同じことなんですけど、中心に放射の中心に糸がすごく溜まってしまうので、短いステッチをいくつかこう入れて最終的に上からかぶせるって感じにします。ここに穴が開いているので最後に長いのをピッて入れるとこれでかぶさるんで、でこっちも同じように刺していきます。はい、これで出来上がりです。裏に絡めてで図案がちょっと残っているんで濡らして消していきます。はい、以上です。いかがでしたか？
チャンネル登録もよろしくお願いします。それではさようなら。